はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KZ ゲイル 1DT モデルです。ゲーム用に設計されているらしいのよ。どの辺が？明確にはわからないね。ゲーミングチェアとか、ゲーミングキーボードとかと同じ感じがする。波形見ても特にそれらしい特徴はなかったし、私はゲームは一切やらないので、音楽用途としてのレビューしかしないので、よろしくね。はーい。価格が Amazon だと上の通りで、ケーブルのタイプが4種類。タイプ C のケーブルは kzaudio.com のゲイルのページに掲載されてる EQ 付きケーブルではないのでお間違いのないように。エントリーモデルだけど、ジャックさん、音質どうだった？そうだわ。最近の KZ の2000円クラスのモデルってほとんど優等生っていう感じで、パッと聞いた感じ、大きな特徴はなく、受け入れられやすい質感だと思ったよ。スーパーリニアダイナミックドライバーを搭載してるってことだから、基本的な音質はここ1年ぐらいの同クラスのモデルと大差ないね。そうなんだ。片側 3.8g は軽い方だよね。フェイスプレート側からの音漏れはないと言っていいでしょうね。付属のイヤーチップといつも使ってるディバイナスベルベットの波形比較だと、ベルベットの方が音域がやや柔らかめな感じです。ベルベット基準で進めるけど、波形はパッと見バランス結構いいんだよね。測定前に聞いた感じとほぼ一致する。さっきゲイルは大きな特徴はないって言ったけど、低域がしっかり出るんだよ。それでいて中域をそんなに落とさず、ドンシャリでもないですね。中高域もある程度出ていますが、7キロあたりのピークが少し控えめですかね。そう、聞いてて痛くなるような高域ではなかったんで、高域が強いのが苦手な人には合うと思う。他にモデルと比較してみるとよくわかるかな。ライブラ X ピンクの波形で低域の差がはっきりしてるね。高域のピーク部分はライブラ X の方が強めか。キャスタープロハーマンターゲットバージョンでは低域がもっと控えめですね。高域は5キロあたりに谷がありますけど、7キロあたりのピークはゲイルより上ですか。キャスタープロはスイッチオールオフの状態での比較だったけど、スイッチセッティングを1100で低域を持ち上げてもこの程度なんで、ゲイルの低域の強さははっきりしてるでしょ。はい。でも聞いてみた感じは低域が極端に強いわけではなく、確かに受け入れられやすい感じしますね。ということで、この3モデルの音収録をしてみたんで聞いてみよう。音調整の基準はゲイル。ケーブルはナイス HCK スノールナ 4.4mm バランス接続で収録したよ。了解。じゃあ聞いてみよう。音量上がるよ。I guess you know what I've been looking for. Success and glow. Don't mind to start a war. I move so fast. Don't ask me to go slow. I got everything I need and I'm ready to go. Got the sugar, got the face. Got no time to make amends. I'm the product, I'm the brand. I'm the one, I am the plan. Pull the strings, call the shots. Set the tone, lead the charge. I got everything I need and I'm ready to start. World
ックでした。ライブラ X キャスタープロは広域が結構目立っていましたね。実機ではこんなに鋭くないですよね。そう、ゲイルを基準にしているんで、この辺りの差の分だけ強く出ているからね。ってことは、ゲイルの攻撃がやっぱりちょっとマイルドってことだね。その通り。低域はゲイル基準で、他にモデルが軽く感じましたけど、それで正解ということですよね。そう、ちょっと低域強めで、そつなく仕上がってるのがゲイルだね。実機を聞いた感じ、バランスがやや低域寄りとはいえ、その安定感が心地よく、中域も削られていないので、厚みがあった。広域のピークを抑えている分、ボーカルがやや後ろに行ってる感はあるけど、これはちょっと調整すれば済む程度。ゲーム用の設計ということだから、もっと中広域を出して小さな音を聞きやすくしているのかと思ったけど、爆発音とかを重厚に表現する方に適している感じ。自分好みに調整するとしたら、広域を少し持ち上げるだろうけど、その程度。以前レビューした DAC、EQ 付きケーブル、KZM2 などで調整するのも楽でいいよね。元のバランスがいいと調整も楽だし、価格を考えると気になっているなら迷うことなく買いでいいでしょう。これからイヤホン買う人にはちょうど良さそうですね。はい。ということで、KZ の 1DB ゲーミングモデル、ゲイルのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。